こんにちは、メイです。今回はリクエストをいただいていた氷床の庭作りについて解説していきます。岩場の庭作りでも似ていますが、ここもかなり難しい場所となっています。こんな感じで氷床と海しかないんですよね。地図で言うと A の6です。岩場に比べて青と白が美しいのですが、ここも3つの問題を抱えています。前回と同じで1、島繰りができない。2、デフォルトの道が使えない。3、植物が植えられないことが挙げられます。植物を植えようとするとこのような形で植えられないよと出てきますし、デフォルトの道を敷こうとしても敷けないよとなるわけですね。そして岩場と違ってさらに難しい点は、周りが海で囲まれていることと、岩場とは違い全体が白いので道としての活用が難しい点が挙げられます。こんな苦行でしかない表彰をあるヒントを使えばこんな感じでレイアウトできます。今回は3つの違うレイアウトを作ったので参考になったら嬉しいです。それでは早速見てみましょう。氷床での庭作りをするためのヒントは1、背景を少し活用する。2、マイレザを前面に敷く。3、雪のある世界を再現するの3つです。作りたいものがあるなら2、作りたいものがないときは3がおすすめです。上から順に作っていきます。まずは背景を少し活用するために観察をします。色は海と空の青と雪と雲の白ですね。これで思いつくのはギリシャのエーゲ海に囲まれるサントリーニ島ですね。今回はサントリーニ島のような庭作りをしていきます。はじめにマイレザを敷いて6つのエリアに分けていきます。白いマイレザを少ししか持っていないので、今回はこの氷床を白い道に見立てます。道にしたい部分だけマイレザを敷かないようにします。次は柵を立てます。白い部分が多すぎるので柵は青にして青い部分を増やします。奥側は海の見えるテラス席にしていきます。家具はなるべく白と青で統一し、気持ち青を多めに置きます。ちょうどいい青い家具がないときは水色でもグラデーションが綺麗なので OK です。テラス席では屋根がつきものなので、屋根っぽくなるようにパーゴラを手前に置きます。日差しの関係でテーブルが置いてあるところにも屋根があるように見えるような気がします。次は家周りを整備します。この家はパン屋さんなのでパン屋さんっぽいものを飾り付けます。色が何か物足りないと感じるときは黄色またはピンクを取り入れると綺麗になります。デザイナーがよく使う色の三角関係を利用するテクニックです。ベースカラーから線三角形の関係にある色を少しだけ取り入れる方法です。そんなこと言われてもはてだと思うので、青には黄色とピンクが似合う、逆もしかりとだけ覚えておけば間違いないです。今回黄色とピンクはアクセントカラーになるので、家具としては1から3個取り入れるのがベストです。次は手前を飾り付けます。今回は白がベースカラー、青がメインカラー、黄色、ピンクがアクセントカラーなので、その色からあまり外れないようにしていきます。次に道部分を飾り付けていきます。黒色の家具は引き締める効果があるので、どの色もしっくりこないときはぜひお試しください。家の概要がまだだったのでここで確認します。植物の家具を多めに飾っている理由としては、氷を連想させないためです。氷に植物はなかなか想像しづらいですからね。完成です。
2番目のマイル座を前面に敷く方法のレイアウトをしていきます。テーマは街角を表層に再現するです。まずは家の概要です。表層ということでかなり苦手感が出てしまうので、まずは前面にマイレザを敷きましょう。地面が多く透けるデザインよりしっかりとカバーしてくれるものの方が表層の影響が少なくて済みます。地面全体に敷いた時に多少なり表層部分が残ってしまいますが、これは家具なのでカバーします。あとは写真を撮る時に表層部分が見えないように撮るのもおすすめです。今回もエリアを大きく4つに分けました。区切る方法などは平面の庭作り基本の動画で触れているので、ぜひ合わせてご覧ください。左上から作っていきます。高さのある家具を端に置いて後ろや横の背景を隠します。中世や西部の街並みやお城の壁など高さのあるものなら何でも OK です。これだけでも雪部分が隠れて作りやすくなってきましたね。マイレザを使うと普通の地面っぽくなるので、苦手意識が少しだけ軽減されるのかなと思います。街角がテーマなので、こんなの街角にあるかもみたいなものを置いていきます。あまり街づくりは得意ではないので割と適当です。適当でも人気家具を使っておけばなんとかなるので、そこがあつ森のすごいところですね。右上を飾り付けていきます。ここは移動販売をしている農家の方が販売に来ているという設定です。天蓋付けカウンターの代わりに屋台などでもいいかもしれません。次は右下を飾り付けます。白い段差部分の道側だけに柵をつけます。街角を再現しているので通れなくても問題はありません。もし気になる方は柵の上2マスぐらいを開けてあげるといいと思います。完成です。氷な感じが少し減って街の周りに雪が少し積もっている風にも見えますね。最後の3つ目の雪のある世界を再現するをやっていきます。雪や冬をテーマとした庭作りをします。例えばこのような感じです。雪を思いっきり利用してしまう例です。作りたいテーマがない場合はこの3つ目が一番おすすめです。今回はクリスマスマーケットをテーマに作っていきます。まずは家の概要です。家の横にマーケットを作ります。今は作業中なので明るくしていますが、後で夜にしていきます。西部の街並みなど光るものを中心に置いていきます。暗くした時に明かりが多い方が幻想的になるからです。クリスマスマーケットなので屋台を置いてお店っぽくしていきます。ここから小物をたくさん飾り付けます。小物もクリスマスをイメージしたものだとよりクリスマスマーケット感が出ますね。こういう作っている時にイメージが湧かないなという時はぜひ Pinterest で検索してみてください。きっと新しいアイデアが浮かびますよ。次は手前にもマーケットを作っていきます。西部の街並みを3つ置いて小さな小屋を作ります。
左側の小屋は花のオーナメントを売ってくれるお店です。プリザードフラワーやドライフラワーなど、生花から手作りで作ったものなども売っています。右側も同じく西部の街並みで小さな小屋を作ります。こちら側はちょっと珍しい世界のおもちゃを取り扱うお店です。素朴なパーティーライトをここに飾っていきます。マーケット部分が大体できたので、空いている部分を飾り付けます。この家はちょっとした休憩スペースみたいになっていて、コーヒーなど飲める場所です。このままだとクリスマス感が出ないので、クリスマスツリーなど定番アイテムを飾り付けます。雪に埋もれて隠れてしまったレンガのマイレザを敷いていきます。ここはお好みですので、マイレザを敷いてもいいですし、敷かなくても大丈夫です。時間帯を昼から夜に変えていきます。夜の方がイルミネーションやちょっとした明かりが綺麗ですね。最後にマイレザを調整します。完成です。冬がテーマなので3つ目が一番作りやすいかと思います。表彰の庭作りはいかがだったでしょうか。3つのヒントを活用すればきっと表彰での庭作りも楽しくなると思います。表彰の庭作り挑戦してみようと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。